いつも皆様どもどもです。Amazon で購入したスポット溶接キット、商品写真と違うものが送られてきました。モスフェットがありで168円の安物。キャパシタの容量が増えてる。回路電流、流しやすくするための新厨房追加。良い意味でのバージョンアップなら歓迎だが、せめて画像ぐらいは更新しないと闇でござるよ。開封からの DIY& レビューしていきます。溶接棒はチープ、角丸めた方が良いのか悩む。垂直に当てるなら角度付けた方が良いかも。付属のニッケルメッキの 0.1 ミリ。まあまあの量なのでしばらくは買わなくて良さそう。本格的にバッテリーとか作る予定はないので 0.1 ミリでも十分と思う。せいぜい 2,3 本の乾電池や18650束ねるくらいの作業かな。DIY キットなのでブザーとコンデンサ取り付けはやらんといけません。まあこのくらいならハードル低いですね。極性間違いと接触不良には気をつけましょう。先人がいくらでも動画上げてるのでそちらを参考に組み立てましょう。DIY 関係の動画おすすめは概要欄にリンク貼っておきます。溶接棒の熱伸縮チューブは端子用も別に切り分けておきましょう。配線完了です。一応完成ですが、この裸基板のままだと何かの拍子にショートなど怖いので、あり合わせのタッパに入れることにしました。外で使うこともないし、水をかぶることもないので、蓋はしまう時だけ使いますね。充電ドリルはどんな作業でも便利に使えます。逆にインパクトは大工さんや内装屋さん向きですね。肝のドリル良いですよ。ちょっとしたことですが、溶接棒は長さが揃うように束ねた方が使いやすいです。頻繁に使うような事例であれば、溶接棒は別売りの片手溶接棒が便利かと思います。電極ショートが防げるし、何より左手がフリーになる。
この手の基板で、共通の問題、電源を鉛バッテリーで賄う場合、いろんな事例で CCA400 以上600以下が望ましいようです。推奨は普通自動車用バッテリー、バイク用や軽自動車用では足りないです。リポバッテリーなら 30C5000mAh 以上ジャンプスターターでも OK のようです。ちなみにディープサイクルやシールドバッテリーでも CCA 満たしてれば OK。ロング 50A これは CCA600 ですので少しオーバー気味。電気が足りないと逆にモード上げすぎてモスフェット行くらしいです。なので電源は大事。モードは5段階ロータリー式。一番弱いモード1から試してみます。いきなり穴開いた。電気強すぎですね。つかないよりは良いのですが、これはまずいです。これではモード調整できないので、電源ケーブルを延長して抵抗を増やします。80cm とか2mとか説あるけど手持ちの 40cm で試します。同じモード1からやってみます。悪くはないけど、少し剥がれやすいかな。モード2も同じ感じ。2枚重ねでやるとつかないかも。モード3だと少し強いが悪くない。しっかりつきます。モード4は強すぎ。理想はモード 3.5。あとはもう少しテクを磨いたり、調整して良くしていきたいです。初めての激安スポット溶接機。実用に耐えることが分かったので満足です。Amazon の闇は、バージョンアップで不具合を改善してきた結果だと受け止めて良い評価を与えたいと思います。道具を揃えたのでなんか作りたくなってきますね。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくです。それではまた。